これがあるから威力が出ると。結局ここなんですね。中にこう集約するようなつながってるから、腕力勝負だとこれが不利だけどこういけちゃうっていう姿勢をはい違いますよね。重さがやると力が出る。こんにちは。武道や格闘技で強い力を出すときに脇を締めろということを徹底的に言われます。肩甲骨は体幹の力を手先につなぐ重要なポイントです。しかし脇を締めようとすると、すればするほど肩甲骨周りが固まって動きが悪くなってしまいます。この悩ましい脇の締めを意識しつつ、試行錯誤しながら皆さん鍛錬しているかと思います。しかし残念ながら技の威力に大きな影響を及ぼす脇の締めは、肩甲骨周りの筋肉をどれだけ鍛えても、肩甲骨の可動範囲をどれだけ広げたとしても実現しません。本当の脇の締めが理解できたとき、パンチであれ、組み技であれ、腕相撲であれ、手先から出る力が劇的に変わります。今日は強烈なパワーを生み出す脇の締めについて、その根本的な原理と実現するにはどうしたらいいのかということを徹底的に解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは稽古会での脇の締めについての指導風景をご覧いただきます。腕力でやってしまうと、これが今腕ので力を出している状態、すっごい僕も疲れるんです。この辺の筋肉バッキンバキンで上げてもらったんですけど、締まらない。脇の締めを作り出すのはここの筋肉の収縮じゃなくて、体幹のぐらつきをなくすことなんですね。ここが安定すると脇締まるんで、すごく力が伝わる。手を上にグッグッって上げてもらっていいですか。硬いですよね。姿勢ができてないと腕が痛い、腕とか肩が痛い。これで持ち上げてもらった時に硬い。そうそうそう。でこの原理が要はこれですね。せーのでここまでつながるからこうなる。つながってるから腕力勝負だとこれが不利だけどこういけちゃうっていう。脇を締めるために肩甲骨の周りとかこの脇の下とかその周辺の筋肉をどれだけ強く収縮させても結果的には脇は締まらないっていうことです。なぜなら本当の脇の締めを生み出すのは体幹部の身体操作です。そしてそれに関係するインナーマッスル、これについてじっくり解説していきます。よく使える筋肉とか使えない筋肉っていう表現を聞きます。例えば脇の締めもそうですが、脇を締めるためにローテーターカフとか前鋸筋とか肩甲骨の周辺のインナーマッスルが脇の締めに直結していないケースがほとんどです。インナーマッスルの役割や特性を理解していないから、その付近のインナーマッスルを鍛えようという発想になってしまうんです。まず、特に誤解されがちなインナーマッスルの本当の特性について解説していきます。インナーマッスル自体が強大なパワーを生み出すわけではありません。むしろ重要なのはインナーマッスルが全身の連動性を担保し、結果として強い力を引き出すつながりを作ることです。例えば腕を強く振り動かすときに決定的なパワーは大胸筋だったり広背筋だったり下半身から伝わる大きな筋肉との連動がそのパワーを生み出します。一方で我々の体は複数の関節を介してつながっていて、そこに無駄な遊びがあったり、その動作の軌道がブレたりするとパワーロスが起こります。インナーマッスルはそのロスを最小限に抑えて
同時に意図する方向に力を統合するガイドのような役割を果たします。この時の効果が絶大なんです。例えばスケートリンクで、つるつる滑ってる状態で、パンチを打ってたら、力出ないじゃないですか。あとぬるぬるのお笑いとかでやるあれでパンチだったら力が出ないじゃないですか。ぬるぬるの上で力出してるのがインナーマッスルをちゃんと使えてない身体操作で、動いた時の摩擦が全部きちっと自分が感じれるようになったら力がやっと働くじゃないですか。ここの力は全然変わらないのに、下がぬるぬるなのか安定した地面なのかで力が変わるじゃないですか。それと同じような感じです。ここの役割をインナーマッスルがしてあげて、ここは変わらないんです。ただ下が安定することによって手から出す力がちゃんと存分に発揮できると。だけどぬるぬるしていると手から力出してもロスを生んでるっていうことですね。肩甲骨の動きや骨盤の安定そのものももちろん大切ですが、大きな力を発する源だと思ってしまうと、本来のインナーマッスルの働き方を見誤ってしまうのです。インナーマッスルは基本的には骨格に極めて近いところで、細かく微細な調整を行う筋肉です。個別に意識して動かしにくいという特徴があります。この意識しにくいという理解がないことが誤解を生む根本的な原因になっています。体幹の中心的なインナーマッスルである大腰筋、腸腰筋、あと多裂筋、腹横筋など、いくつかありますけれども、我々が2本足で立って活動しているときに、これらは常にずっと調整しながら活動しています。しかし、その筋収縮は我々の意識にはいちいち立ち上がってくることはありません。そもそもインナーマッスルは継続的にずっと働いてくれている筋肉なので、これがね、いちいち意識できるようになってしまうと、ものすごい疲れてしまって大変なことになりますよね。だからインナーマッスルの筋収縮というのは、意識できないことが当たり前であって、ほとんどの人が感じているその筋肉の収縮は、外側のアウターマッスルの活動なんです。筋肉の収縮感や筋トレの負荷として感じている、効いている気がするっていう現象は、基本的にはアウターマッスルが受けている感覚であり、これは代表的な体幹部のトレーニングであるこのね、腹筋運動とか、あとプランクとか、そういうものでも全く同様です。インナーマッスルの強さとは、特定部位の収縮力の大きさというより、全身を一つのまとまりとして動かす調整力といったニュアンスが近いと思います。そして、この調整力が生み出すパワーが本当に絶大なんです。インナーマッスルの調整力が存分に発揮できたときにどんな感覚を得るかというと、単純にその使った場所の筋肉の収縮感っていうよりも気持ちよく力が伝わる感覚、あるいは強い力を発しているのに自分としては筋肉を全然使った感覚がない。あとはですね、本当に軽くやっても相手にガツンと力が響く。こういう感覚が実現できるときこそ、インナーマッスルが本来の役割を発揮している証拠になります。ですので、インナーマッスルがね、存分に活躍しているときというのは、その時に出た力の、自分自身の印象としては、通常の筋力トレーニングでね、筋肉の収縮を感じて力を発している感覚とは全く別の感覚になります。こういう力の出方、こういう感覚だからこそ、例えばね、この技には全然力を使ってないとか、そういう表現が出てしまうんですけども、この表現も実は誤りだということです。さて、では、脇の締めに話を戻します。肩甲骨周りの安定を生み出すのは、その付近の筋肉の収縮ではなく、これも実は全身のスムーズな連携なのです。脇が締まると、さっき話したように、強い力を発しているのに筋肉を使った感覚がないという状態が生まれます。しかし、筋肉に力を入れないっていうのは不思議ですよね。では、何が肩甲骨周りを直接的に締めているのでしょうか。力を入れないのに力が入る。これはどういうことなんでしょうか。
これはインナーマッスルの活用が鍵を握ります。ただし、脇の締めに関して、ここでいうインナーマッスルというのは、ローテーターカフとかね、前鋸筋とか、肩甲骨周りのものではありません。実は体幹を中心とした姿勢制御に関わるインナーマッスルです。ここがポイントです。今は脇を締めるということを例として解説しましたが、足であっても腕であっても全て同じです。膝をこうしっかり動かす動きっていうのは屈曲っていうんですけど、屈曲に大腰筋は使われるんですね。アウターマッスルで足上げるときに使うのは腹直筋とか大腿直筋で、インナーマッスルでいうと大腰筋も使うんですけど、その働きが積極的には使えてないと。膝をこう動かす力が蹴りの原動力になるとしたら力が入んないですね。大体の人はこういう身体操作で足を上げてる。で、大腰筋全然効いてない。足を上げる動きでこんなに大腰筋使えないってことは、ね、人の体がこう血管というか完成度が低いのかっていうとそうではなくて、その日常生活の中で足をものすごい力で上げるという必要はないんですよね。別に大腰筋は足を強く上げるという働きよりも体が安定して立っていられるためのサポートに働くのが主役の働き方なんで、そんなに強い力は必要ないと。インナーマッスルが明らかに使えてない普通の動きでやると、僕も全然どう力を入れていいか分かんないんですけど、インナーマッスルをもう使うっていう動きが染みついてると、普通にこう蹴りの動作とかでも足を上げるときに簡単に上がりますよね。でこの時に大腰筋を収縮させようとかっていうのは別に考えない。要は勝手に使われないとダメなんです。例えば今僕が足蹴って飛ばしました。この時に大腰筋の力がじゃあ強力なのかっていうとそうではなくて、インナーマッスル自体の働きは結構小さいんですよね。大きく動く筋肉じゃないのでちょっとした働きなんです。でそのちょっとした働きをぐんと高めてあげると、そのインナーマッスルとアウターマッスルの連携ができるので、筋とか大腿直筋の働きが最大限に生かされるようになるということなんですよ。体幹部を中心とするインナーマッスルの活動によって全身がまとまりを得たとき、肩甲骨周辺の筋肉群の活動が最適化されます。局所的な筋肉の収縮感がないのに強い力を発することができる状態が生まれます。この状態こそが脇が締まった状態です。固めたければ強烈な固定力が生まれますし、動かしたければ強い力を伴いながら自由に関節を動かすこともできます。この辺がね、さらにこの筋肉を使わない力という誤解が、生まれやすいところではあるんですけれども、つながりを持った力というのはこういう特性があります。体がこの一つのまとまりとして動く感覚をつかむこと、これこそ深層筋活用の真髄と言えます。周哲では動作や呼吸を厳密にコントロールしながら深層筋の働きを引き出していくというアプローチをとっています。インナーマッスルの鍛錬についての解説をご覧ください。じゃあこの運動をひたすらやればいいのかっていうと、このインナーマッスルとアウターマッスルが一緒に使えてる動きの中でインナーマッスルを鍛えようと思っても鍛えられないんですよ。要は今使えてる自分の筋肉を鍛えるだけになるので、じゃあどうしようっていうと、もうアウターマッスルの介入が極力ない姿勢でやると鍛えられる。そうじゃないとミットをね1日1万本打ってる人がじゃあ大腰筋発達するかっていうとしないじゃないですか。ビッグミットめっちゃ毎日打ち込みやってても、さっき言った今使えてる筋肉をひたすら鍛えていくだけなんで、インナーマッスルを鍛えようと思ったらもうそれ用の練習しないと無理なんですよね。どれほどインナーマッスルがね強いものが体の中にあったとしても、それを動きの中で活用できなければ全く宝の持ち腐れになりますので、まず大事なのはインナーマッスルの働きをきちんと導き出すと。これがまず第一。そしてそれを今度徹底的に特別なトレーニングで鍛えていく。この2つが大切になってきます。まとめとしては、インナーマッスルは大きな力を出すための直接的なエンジンではなく、
全身の連動を高め、力のロスを防ぐためのつなぎ手であるということです。そしてインナーマッスルの収縮感を勘違いしながら強くするぞということよりも、まずはうまく使えるようになるという意識がとっても大切です。以上です。ありがとうございました。